30年前元走り屋峠小僧でした。皆様こんにちは、メルです。30年前元走り屋 AE86 に乗る峠小僧でした。本日は30年前の当時と同じように広場にパイロンを置いて2速サイドブレーキを使ったドリフトの練習をしております。前回はレーシングシミュレーターにおける必要機材を紹介する動画でしたが、今回はその走りやシミュレーターにおけるハンドルコントローラーとなるダイレクトドライブの紹介をしてまいりたいと思います。私、普段使用するハンコンはシマジックアルファミニという10ニュートンメートルのダイレクトドライブなのですが、今日は久しぶりに激安ダイレクトドライブハンコンと言われるモザ R5 のステアリングを握ってみようと思います。ちなみにダイレクトドライブではステアリングを実車のようにクイックリリースでセットアップすることが多いです。このモザですが、先日メーカー側でファームウェアが更新されましたので、早速アップデートをして走ってこれまでとの違いを検証してみたいと思います。先にダイレクトドライブを知らない方のために FFB トルクの説明をしておきたいと思います。まず実車で運転するにおいての当たり前の話となりますが、カーブを抜けるとステアリングが戻る、これがフォースフィードバックと言われるものになります。また直線を走っているとステアリングセンター付近で若干遊びの箇所があります。こういった2つの点がダイレクトドライブでは反映されているのです。ちなみにハンコン類で低価格で売られているリアドライブやベルトドライブといったダイレクトドライブ以外のハンコンの場合、FFB トルクがダイレクトドライブと比べて弱いため、ドリフト時のカウンターの戻りが遅かったり、またリアドライブやベルトドライブでの直線走行の際、構造上ステアがセンターに極端に戻ってしまうため、手放しでの運転ができないという弱点があります。こういった点を解決してくれるのがダイレクトドライブなのであり、レーシングシミュレーターとして実車のようなステアリング感覚に近づけることができるのです。こういった点を踏まえてそれぞれのハンコンの費用感をこちらにまとめておきます。では今回ファームウェアがバージョンアップされたモザ R5 の実力を実際に走って検証してみたいと思います。赤城山ですが、実は私久しぶりに走ります。頑張ってしっかりと走行レビューをお伝えしてまいりたいと思います。実はこのモザ R5、つい最近までのファームウェアのバージョンで時計軸にして55分から5分の間に空白となる遊びの箇所があり、ステアリングセンター部分がふわふわしていた印象がありました。あれ？今回のバージョンアップでそれが解消されている。やっぱり完全に解消されてます。しかも走行中の路面の突き上げがこれまた AE86 らしいガシャガシャ感まで演出されているようです。というかこれってもう実車のステアリングじゃん。
完全にレーシングシミュレーター化された感じです。ここまで進化したのは、これはすごい。これ、いつも私が使っているシマジックアルカネには FFB トルクのニュートンが10ニュートン。今回のモザ R5 のトルクがマックスで 5.5 ニュートンしかない。どういうことでしょう。実写の感覚を求める私にとっては、まさかのこっちの方が実写っぽくなっちゃってるんです。以前は若干ふらつきがあったりしていたけど、今はとても自然。今回先日視聴者様より私のモザ R5 の動画のコメントや R5 のレビューを改めて知りたいというコメントをいただきまして、今回試してみた企画でしたが、たまたまファームウェアがバージョンアップされていることに気づき、走ってみたところ、まさかの結果となってしまいました。カウンターの速度や路面のグリップ感も実車との違和感がなくなってるんです。このグリップ感もかなりリアル。とりあえず無傷で赤城を登り終えました。にしてもとんでもない結果となってしまいました。このレビューはマジでやばい。